皆様こんばんは、まいまいです。今回は7月の手帳セットアップをしていきたいと思います。それではスタート。はい、ということでまずは最近使ってる手帳をパラパラしていきたいんですけれども、最近あんまり手帳をかけてなくて見せれるものがない。これが今のリアルということで、まずバイブルサイズの手帳からパラパラしていきたいと思います。特に何があったとかいうわけではないんですけれども、私結構夜に手帳を書くことが多くて、その夜がなんかダラダラしちゃってるみたいな、そんな感じなんですよね。そしてバイブルサイズの使い方なんですけれども、このページは1週間を俯瞰して予定を立てるようなページになっております。スケジュール帳は自作しておりまして、日めくりカレンダー付箋をこんな感じで貼ってます。そして ToDo のマスキングテープですね。で、ここで立てた予定を1日に落とし込むっていうのがこちらのページになっておりまして、1日1ページぐらい使ってその日にやることを書き出しております。こちらの手帳は趣味というよりは実用的な使い方ということで、書かないと困るんですよね。自分が何の予定が入ってるかとかやるべきことを書いてあるので、これをね見ないと始まらないということで書いております。なのでデコとかは余力があればしていたんですけれども、多分ね最近は本当に何も貼ってなかったりシンプルに使ってます。はい、ということで生活を回すための手帳がこちらです。そしてロルバーンのダイアリー L サイズですね。これも何ヶ月か前から登場して、今月使い切るって多分たびたび言ってると思うんですけど、使い切る作業をしております。で、まだ使い切ってないっていうね。はい。こちらは朝に吐き出しで書く手帳で、モーニングノート的に使っているんですけれども、なんか最近書いてなかったりとか、書いてもデコとかしてなくて、日めくりカレンダー付箋を貼って万年筆でバーッと書くというね、そんな使い方をしております。で、多分今月、来月かな、使い切ります。はい、ということであんまり見栄えがしない手帳の中身になっているんですけども、ちょっとそれだと寂しいかなと思ったので、このデコ用に使ってるウィークスをパラパラしていきたいと思います。こちらは手帳の目的としてはデコをして楽しむということでして、文章は書いてあるんですけども、そこまで文章を読もうとか残そうと思って書いてるわけではないです。可愛いシールを貼りたいがために使っております。で、一応日記はその当時のスケジュール帳とかを振り返って書いているんですけども、大したことは書いていません。で、5月がありまして、なんとかね遅れずに書いているかなと思います。若干遅れているんですけども、まだ6月のページなので、これから巻き返していきたいと思います。で、最近デコしててページが可愛く見える秘訣っていうのをね、なんか自分なりに発見したので、それをシェアしたいと思います。多分ね、文字を小さく書けばだいたい可愛く見えるんじゃないかと思います。なんかここら辺とか字が大きかったりすると思うんですけど、最近はね字をちょっと小さめにみちみち書くようにしてまして、そうするとなんか自分の字の下手さにも目がいかないし、こうデコに紛れる感じがしてね、いいんじゃないかなと思ってます。はい、ということでこちらがほぼ日手帳ウィークスでした。で、ちょっと最近使ってる手帳バッグの中身をちらっと紹介したいなと思います。こちらは私がリビングで使っていたり、2階にある自分の部屋で手帳を書くときに持ってくものなんですけれども、ミスタードーナツのこの福袋に入っていたランチトート的なやつを使ってます。結構ねしっかりしてて、ちゃんとファスナーもついていてお気に入りです。で、中身は本当に最低限のものが入ってます。まず手帳はロルバーンの B6 のノートですね。こちらの手帳とロロマクラシックじゃないロロマホックのアージェント M5 サイズが入ってます。で、あとほぼ日のウィークスとこちらのバイブルですねを入れてることが多いです。ロルバーンの閉じノートの手帳はログチャートっていうタイプになってまして、こんな感じのフォーマットになってます。左がカレンダーで、右側が
4つの項目を管理できるチャートタイプです。こちらでは YouTube の記録とか、予定とかを書いているので、どこでも確認したいということで手帳バッグに入れております。そしてロロマホックの M5 はメモ帳として使ってます。手帳をいろいろ持ってるので、ここに書いてもいいんですけど、ちょっとね、メモを手帳に書いちゃうと埋もれちゃうなって思っているので、メモ専用のノート、手帳を持っております。手帳はこんな感じで、あとはピンケースとかシールが入ってます。まずこちらがセリアで購入した小物入れですね。この中にはキッタを小分けにして入れてます。そしてペンケースですね。ペンケースの中は、ペンとかマスキングテープとかピンセットなどが入っております。で、マスキングテープはこの ToDo のチェックボックスのタイプをよく使うので入れてます。そして最後はこちらのちっちゃい巾着に入ってるものなんですが、こちらにはラベラーシールが2個入ってます。こちらはビバリーさんのバウムデコっていう商品になっておりまして、通常のラベラーシールのサイズとちょっと大きいスクエアサイズを持っておりまして、これがね、結構情報を整理して書きたい時に便利なので使っております。で、本当は小分けにしてちょっと切って持ち運んだりした方がスリムだし使いやすいかなと思うんですけども、ちょっとそうするのが面倒でして丸ごとボンと入れてます。なんならこっちに最初は入ってたんですよ。ただここにペンケースに入れると閉まらなくって、閉まらないままだと、それもちょっといろいろ使いにくいということで、こちらのね、巾着に入れるようにしました。よく使うラベラーシールはね、小分けにして持ってるとすぐ使い切っちゃうので、ロールで持っていた方が安心感がありますね。はい、ということで最近使ってる手帳と手帳バッグの中身の紹介でした。では次。続きまして自分手帳 Days ミニの6月の振り返りと7月の目標テーマを書いていきたいと思います。で、自分手帳 Days ミニにはこんな感じで写真を貼って記録しているんですけれども、6月分は書いてないというか、5月分もまだ書いていないので、写真はね、もうプリントしてあるので、ちょっと頑張って埋めていきたいと思います。では月の扉ページにある6月の振り返りからまず書いていきましょう。6月のテーマ目標は文具女子博東京に行くということでございました。今月を一言で言うと、よく遊び、よく働いたっていう感じかな。続いてできたことは文具女子博東京2026の会場レポを上げられた。あとは購入品も限定品の動画はアップできました。できなかったことは限定品以外、通常品とか先行販売品の文具女子博の購入品動画を今月6月にアップできなかった。間に合わずと。嬉しかったことは、最近メールとか DM で企業さんからご連絡いただくことが多くて、やっぱり文具女子博の公式 YouTuber とかやってると皆さん知ってくださるのかなと思って嬉しいなと思いました。続いて反省したいこと。反省したいことはね、もうこれに尽きる。貧血を放置しすぎてる。私健康診断は毎年年に1回受けてるんですけど、ずっとね貧血を指摘されていたんですよ。でもそんなに重く考えてなくて結構元気なので、ただもうかなり数値が下がってるので、そろそろなんとかせねばと思いまして、最近レバーを食べるようにしてます。もちろん病院も行くんですけど、食事改善をしていこうかなと思いました。そして会った人は文具女子博で YouTuber さんに会えました。いつもの文具女子博に来てる YouTuber さん、私の知ってる方ですね、に会いました。行ったところは、有明ですね。有明と、あとね、サンリオピューロランドに行ったので、あれはどこ？多摩センター。多摩の間がわからない。それから買ったものはピューロランドでいろいろポムポムプリングッズを買いました。振り返り最後学んだことは、カメラをね 4K
の設定で撮ることにしました。めちゃくちゃ今更なんですけど 4K で撮ってるので、多分画質が改善されてるんじゃないかと思います、最近の動画は。はい、ということで6月の振り返りができました。では続いて7月の扉ページ、目標とかテーマを書いていきたいと思います。7月の目標テーマは、ゆっくりしたいかな。なんか8月からロルバーンのダイアリーが始まったりとか、結構手帳シーズンに入っていくのでゆっくりしたいかなと、それに備えて。あとは病院ですね。病院に行く。その貧血改善もそうなんですけど、歯医者もね、本当行くって言ってないので予約していきたいと思います。そしてやりたいことは、最近手帳をサボりがちなので、書かないものは書かないでいいんですけれども、ちょっと写真とかはね残しておきたいので、そういったまだ書いてない手帳を今月まで追いついて書きたいと思います。それからやらないことは、頭で覚えるのをやめる。なんかちょっとしたことって後でやろうとか、これ買わなきゃとか頭で覚えておこうとしてしまうんですけれども、もう数分後には忘れてるので、ちゃんとメモしてやり忘れがないようにしたいです。はい、ということで7月の扉ページ、目標を書けました。そんなに毎月大したことは書いてないんですけれども、こういうことを念頭に置いて生きていこうと思います。はい、では最後にシステム手帳のセットアップをしていきます。で、これは毎回やってるんですけれども、こちらの先ほどもお見せした見開き1週間のページですね。こちらの7月分を作っていきたいと思います。で、使うのがこちらの日めくりカレンダー付箋のスイーツっていう柄です。それからその日にやるトゥードゥを書くページなんですけれども、こちらにラベラーシールに日付のスタンプを押してあるので、こちらを準備していきたいと思います。それでは作業をしている間に文房具雑談にお付き合いください。最近ね、ニャング博なるものに行ってきました。こちらではなんか猫ちゃんグッズ多めの文具とか雑貨がたくさん置いてありまして、ご招待していただいて楽しんできました。なので Vlog とか購入品とかは後日動画でご紹介したいなと思っております。ぜひ楽しみにしていてください。それからイベントといえば、手紙社さんのインスタグラムで見たんですけども、今年の10月10日と11日に手帳博っていうのを開催されるらしくって、めっちゃ気になります。手紙社さんといえば紙博が有名かなと思うんですけども、手帳博という新しいイベントが開催されるということで、どんなイベントになるんでしょうか。ちなみに場所は東京流通センターなので、かなり昔の文具女子博が開催されていた場所かなと思います。ちょっと浅草の方が正直行きやすかったんですけども、こちらも予定をしっかり空けて臨みたいと思います。あとは気になったニュースとして、ちょっと気が早いかもしれないんですけども、新日本カレンダーさんのインスタグラムで2027年のカレンダーが発表されております。で、私はちっちゃい日めくりカレンダーが欲しくて、でもね、ロフトとかでゲットできなくて泣く泣く今年は諦めたんですけども、2027年度版はぜひゲットしたいです。エリックさんのも可愛いし、オビワンさんのもあります。あとムーミンのも発売されるみたいだし、なんと北岸由美さんもあります。個人的には北岸由美さんかエリックさんのカレンダーが欲しいなと思ってます。手に入れられるんでしょうか。はい、ということで文房具雑談でした。皆さんの最近気になる文具や近況なんかもぜひコメント欄で教えてください。はい、セットアップが完了したので見ていきましょう。まずは見開き1週間ページです。日めくりカレンダー付箋とこちらの ToDo のチェックボックスのマスキングテープを使ってます。で、こんな感じで3日と4日っていう構成で土日がギュッてなってるんですけど、土日はそんなにタスクを消化しないので、こういった感じで作っております。で、このスイーツ柄の付箋がめちゃくちゃ美味しそうでお腹が空いてきそうなページになってます。ここはマカロン特集ですね。なんか週ごとにテーマが変わったりするので、それもすごく見ていて楽しいです。そしてこちらは銀のぶどうさんっていうスイーツショップのスイーツが
たくさん載っております。それからこちらの週はなんかドリンク多めで爽やかな感じがします。そして次は8月なんですけれども、8月の3日から9の週が美味しそうすぎてやばいです。ブリュレメリーゼさんっていうものかなのスイーツがたくさん載ってます。私チーズケーキ的なやつとか、なんかカラメルプリン的なものとかめちゃくちゃ好きなんですよね。一体どこにあるんでしょうか。はい、話を戻しまして、ラベラーシールに浸透印を押したものがこちらです。土日は抜かして平日の数字と曜日のスタンプを押してます。使っているハンコはシャチハタさんのノトト10の数字と曜日のスタンプで、こちらのラベラーシールがいただき物なのでどこのかわからないんですけども、多分このギンガムチェックだけはスタンプマルシェさんなんじゃないかと思います。はい、ということで以上が7月のセットアップでした。で、このハンコを押したラベラーシールは使う時までこちらのミニファイルに入れて保管しておきます。はい、ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。手帳のモチベーションが上がらなかったり、忙しくて書けないっていうのは誰にでもあるかなと思うんですけれども、そんな時でも自分ができる範囲でね、ゆるっと手帳と付き合っていければいいなと思っております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。